はい、皆さんこんにちは、まーさんです。12万円で買った BMW、あまりの美しさに皆さんの度肝を抜くことができたでしょうか。まあ一番ね、まーさんが一番度肝を抜かれてるんですが、10万そこそこの安物車でもね、何台も何台も買ってるとたまにはこういうのに当たることもあるんですね。びっくりですね。はい、そうは言ってもですね、所詮12万円ですから何もないわけがない。まあ、前回、パッと見て見えるところをねチェックして、まあ綺麗だなということだったんですが、今回はね、絶対あるに決まってる壊れてるところ、変なところ、そういうところをね見つけるべく、まあ、ジャッキアップしてみたりとか、いろいろね、機械関係をチェックしてみようと思います。ではまずボンネットを開けてエンジンルームの中から順に点検をしていきます。最初はエアクリーナーフィルターですね。エアクリーナーフィルターっていうのは、まあ変えなくてもそんなに不具合ないんですが、目で見れば汚れが見えますので、この車がちゃんと整備されてきた車かどうかっていうのを知る、まあ目安にちょっとなるかなっていうところがあります。そう言ってる間にもう外れましたが、汚いですね。相当汚い。相当、交換してないですね。ということはこの車はやっぱりあんまり、ちゃんと整備されてこなかったのかなっていう気がしますね。次は LLC です。今蓋を外したら棒がピョンって出てきましたけど、これが浮きになっていてですね、この棒の、飛び出し具合で液の量がわかるということみたいです。液自体は、ほとんどよく見えないですね。でもまあ異常はなさそうです。次がパワーステフルード。これ真っ黒に汚れてる場合もあるんですが、そこまで汚れてはいないですね。ただタンクがべちょべちょになってまして、このタイプの丸いなんかガラスみたいな、パワーステフルードのタンクですね、ドイツ車に結構使われてるんですけど、みんなべちょべちょになってますよね。次はエンジンオイルです。一応納車前にエンジンオイルは交換しましたよっていう風に言われてまして、でも今までですね、激安の自動車屋さんで車を買って、みんなエンジンオイル交換しましたよって言うんですけど、交換されてた試しが今まではなかったんですが、この車は本当に交換されてるみたいですね。かなり綺麗なエンジンオイルが入っていました。量もバッチリです。次はウィンドウウォッシャー液、満タンに入ってました。これも納車前に中古車屋さんが入れてくれたんですかね。それから、エンジンオイルの、入れるところですね。ここもちょっと覗いてみましたが、白いネチャネチャがあるとか、黒いネチャネチャがあるとか、そういうことは特になくてですね、まあまあ綺麗な状態でした。こちらはブレーキのフルードですね。これも量、パッと見た感じの汚れ具合、特に問題なかったです。次はエアコンのフィルターいきます。これもエアクリーナーフィルターと同じで、見れば汚れがわかりますので、ものすごい汚いのがついていたんだったら、やっぱりあんまり、手をかけてこなかった、お金かけてこなかった車なのかなってことになるんですが、今これ表裏、かなり相当汚いです。ですからまあ、この車も新しいうちは大事にされてたと思いますが、最近っていうんですかね、直近の数年はあんまりお金かけてこなかったみたいだなという感じですね。そして今ですね、点火プラグをチェックしようと思いまして、そうすると今のエアコンフィルターが乗ってたこの部分ですね、これが邪魔なので外しました。簡単に外せる構造になっているようですね。これを外しますと6気筒の長いエンジンの全体が見えます。そして今カバーを外してますが、今外してるカバーは、プラグ交換とは関係ないんですが、まあ両方外しちゃえということで全部外してます。このエンジンのカバーはどうなんでしょうね。今やもう常識ですけど、放熱なんかの関係で言うと実はない方がいいっていう説もありますが、どうなんでしょう。とりあえず外しまして、そうするとダイレクトイグニッションのコイルが見えます。このコイルがですね、今まで、マーさんは見たことがない、
えらく仰々しい形をしたやつで、なんかもし壊れてたら部品代高そうだなっていう感じのコイルですね。では点火コイルを外していきます。点火コイルも結構壊れやすいパーツで、熱のせいなんですかね、壊れてしまう場合もあるし、あとプラグホールの中にオイルが漏れてきてる場合ですね、オイルに使ってしまって今見せてますが、このプラグに刺さる部分がですね、オイルで侵されて割れたりして、それで交換になる場合もありますね。でもこの車両の場合は特にそういうこともなく、点火コイルは少なくとも見た目は非常にいい状態に見えます。もしかしたら変えてあるのかもしれないですね。次は点火プラグを外します。ここでトラブル発生というかですね、一発パキッと緩めたんですが、その後もきつくてですね、相当力を入れないと回らないんですよね。普通はパキッと一発緩めたらすぐスルスルっと緩んでくるはずなんですが、ちょっとここで大丈夫かと思ってかなり心配しながらコワゴワ回してますけど、これね、要するにプラグをつけるときに何かカッパーグリスかなんかを塗ると、後で外すときこういう風にすっごいきつくなっちゃう場合があるんですよね。以前にも経験があるんですが、プラグ1本外すのに30分ぐらいかかったこともあります。マーさんも以前はですね、プラグつけるときはスレッドコンパウンドとか、あと、モリブデンスプレーなんかをね、つけて、プラグをつけるっていうことをしてたんですが、最近はもうプラグには何もつけない主義になりました。つけておくと、後でこうやって外すときにちょっと、トラブルの元になるかなっていう感じがします。はい、こちらが外したコイルとプラグなんですが、プラグは、マイナス電極が4本ある、ドイツ車によくあるタイプのプラグですね。そして、どう考えても明らかに被ってますね。これどうなんでしょうね。前のオーナーが女性でエンジン全然回さなかったから被ってるだけなのか、特に何か異常があってっていうこともないと思うんですが、とにかくですね、プラグはもう新品に変えます。新品に変えて、また、焼け具合をチェックしてみようと思います。ということで、エンジンルーム内は終わりにしまして、次は下回り、まずジャッキアップをしようと思うんですが、ジャッキアップポイントがですね、こんな変な形をしてまして、車載のジャッキが、この四角いくぼみにカポッとはまる形状になってるんですね。でも、フロアジャッキを使うときどうしたらいいのかちょっと悩みまして、多分そのまま当てちゃってもいいと思うんですが、四角いやつがですね、黒い四角いパーツがすでにちょっと欠けてきてるんですよね。ですので、ちょっとまずいかなと思って、木を、さっきのようにですね、適当な大きさに削って、それをあてがって、フロアジャッキを当てて、ジャッキアップすると。そんな形にしました。ちなみにですね、車のフロント部分をジャッキアップするんだったら、サスペンションのメンバーのど真ん中に、フロアジャッキを当てれば簡単なんですけれども、この車はですね、アンダーカバーがついてるので、ジャッキアップするまでは、そのメンバーのですね、ジャッキを当てていい場所がよくわかんなかったんですね。ですので、初回はこうやって、正規のジャッキアップポイントを使って上げてます。作業の方はすでにホイールを外してますが、これ、ホイールナットじゃなくホイールボルトでついてるタイプなので、気をつけないとホイールがコロンと落ちてブレーキとかに激突する場合があるので、ちょっと要注意ですね。そしてタイヤなんですけれども、ちょっと映像でわかりにくいですが、かなり外ベリーで、4本ともそうだったんですが、外側が割と減ってます。4本とも均一にそうなってるので、そういうもんだと言われればそうなのかなという感じですね。そして今足回りをチェック。左右に揺するとタイロッドエンドの異常、縦に揺するとロアアームのボールジョイントの異常なんかがわかりますが、特に異常ないですね。サスペンションの形式はごく一般的なストラットです。ブレーキディスクがかなり減ってますね。ブレーキパッドはまだ十分にあります。それからブレーキホースがかなりカピカピになってます。ですからそういうとこを見てもあんまりお金かけて整備されてこなかったのかなという感じがしますね。
ブーツ類はどれも破れてないですが、でも結構古い感じがします。これはスタビライザーのリンクのブーツですね。そしてロアアームのブッシュ。とりあえず見た目上は異常ないです。これも反対側の足なんですが、これ ABS のケーブルなんですけど、本来はこうやってカチッと、固定されてないといけないんですが、ゴムがボロボロになってまして、ちゃんと固定できない状態になってます。それからこれバンプラバーですね。バンプラバーもかなりボロボロになってます。やっぱりちょっとショックアブソーバーは交換したいかなという感じですね。はい、下側はこんな風になってまして、エンジンの下側はこういうカバーがバッチリついてます。これを外さないと始まらないという感じですね。こういうアンダーカバーも外しやすいやつ、外しにくいやつ、いろいろあるんですが、このモデルのアンダーカバーは最高に外しやすかったですね。ただ、このようにオイルがべっちょりとついてました。当たり前ですよね。これで全然オイルがついてなかったらそっちの方がびっくりしますよね。当然、アンダーカバーというのはオイルでべっちょり濡れているものです。そしてそのオイルが漏れた箇所はどこなのかなと。今ここにオイルが垂れてきてますね。これ何かのダクトなので、このダクトから漏れたわけじゃなくて、その上から漏れてると思います。何なのかなと見ていくと、ここですね。ここから漏れてます。これおそらくオートマフルードですね。オートマフルードを冷やすために、オートマからホースで引っ張ってきて、ラジエーターコアの中を通す構造になってて、そのホースのジョイント部分から漏れてるみたいです。このホースはですね、反対側も割と短いところにあって、割と簡単に交換できそうなので、そんなに心配はないかなという感じです。それからカメラを動かしていきますと、これはエンジンオイルですね。これもホースのところから漏れています。そしてさらにですね、ここでついでにベルトを点検しようと思いまして、ベルトをグッとアップで取っていきますと、とりあえず見た目そんなにひどい状態ではないです。よーく見ると細かいひび割れがありますけど、そんなすぐに慌てて交換する必要もないかなという感じです。あとちょっと気になったのがですね、今映しているクランクプーリーですね。この手の車のクランクプーリーって振動を消すためにゴムが中に入ってるんですが、そのゴムが変形したり剥がれたりして、かえって振動が出たりする場合があるので、ちょっと気になってみたんですが、ちょっとね、角度的によく見えなかったです。それと今触ったところが、パワーステフルードですね。パワーステフルードもちゃんと漏れております。それから次が、これエンジンのオイルパンですね。そしてこの後ろがミッションのオイルパンです。こうして見るとですね、エンジン、ミッションがやっぱりかなり車体の中央の方に寄せてあるんだなっていうことがわかります。それと今触ったのがサブフレームっていうやつですね。この車は前後のサスペンションがサブフレームっていうのに取り付けられてて、サブフレームが車体に付けてあると。そういうちょっと凝った構造になってます。3シリーズってそこまで高い車でもないんですけど、やっぱり BM らしく足回りはかなり凝った作りになってるなという感じですね。それから、先ほどからボディの下の方を映してますけど、特にですね、なんかベコンとへっこんでるとかですね、すごい直した跡があるとかですね、そういうことはなく、綺麗なもんですね。何かを期待していた人がいたらちょっと残念でしたという感じですが、特に見たところなんともないです。フロントはもう下ろしまして、次はリアを上げます。リアも同じようにチェックをしていきます。もうタイヤはいちいち外しませんでしたが、ついたまま回してみてブレーキ引きずりチェック。それから縦横に揺すってみて、各種ボールジョイントなんかのガタが出てないかっていうチェック。全然問題なしですね。それから下回りもチェック。フロントもそうなんですけど、フロント周り、ギア周りがですね、この車、シャーシーブラックが塗ったくってありまして、実はマーさんね、前も言ったことあると思いますが、シャーシーブラックが塗りたくってある車って好きじゃないんですよね。
まあね、錆びさせないために必要な処置なんでしょうけれども、今覗いてるのはこれ、リアバンパーの、裏側のあたりです。黒くて丸いパイプがリアバンパーを固定してる、メンバーですね。全然ひしゃげたりとかそういうことはないです。あとこの辺がデフケースのあたりとか、サスペンション。この車のリアサスはマルチリンクっていうことになってるんですが、現物をこうしてみるとですね、まあマルチリンクには違いないんですが、ちょっとセミトレを発展させた感じのような、そんな感じもするサスペンションですね。そしてちょっとわかりにくいですが、やっぱりサブフレームに取り付けられてます。後ろから下回りをパッと見ても特に異常はないですね。あとですね、空気圧を一応チェックしたら、なんとですね、4輪ともすべて 2.7 から 2.8 キロぐらい入ってました。納車した中古車屋さんがわざとそうしたんですかね。ですから、前回の動画でちょっと、路面の凸凹をすごく拾う乗り心地がちょっとゴツゴツしてるって言いましたけど、その原因はこの空気圧にあるのかもしれないですね。とりあえず、規定の空気圧、フロント2キロ、リア 2.2 キロに戻しておきました。はい。ということで、一通り点検をしたんですが、実はですね、点検をするまでもなく、ダメじゃんっていうようなところが何箇所かあるので、最後に、最初にね、言うべきだったかもしれませんが、最後にですね、それを、紹介しておきます。まず、エアバッグ警告灯が消えません。今ですね、サイドブレーキ戻して、これからシートベルトしてシートベルト警告灯も消えますが、エアバッグ警告灯は消えません。これちょっとネットで調べるとですね、エアバッグそのものの異常っていうよりは、シートベルトなんかのセンサーの異常でつきっぱなしになることが多いようです。これでは車検通りませんから、なるべく早く直しておかないといけないですね。それとですね、もう解決済みなんですが、納車時はですね、このキーのリモコンが効かない状態でした。中古車屋さんにも壊れてるみたいですとか言われたんですが、その時マーさんはですね、内心初期化すりゃ治るんじゃないのって思ったんですが、家に帰ってきてですね、もう車の取扱説明書に、初期化の方法が載ってるので、その通りにやったら、無事にリモコンキーは使えるようになりました。それから次の不具合がですね、アクセルペダルです。これがですね、とてつもなくありえないぐらい重たくて、ちょっと運転できないよっていうぐらい重たいです。これもですね、中古車屋さんでは、この BMW はそういうもんだみたいな説明だったんですが、マーさんは瞬間的に、右ハンドルの弊害来たかとすぐ思ったんですが、実際これは右ハンドルの弊害です。これは別の動画で修理して、また紹介したいと思います。そして最後にですね、OBD をつないでみようと思いまして、ちょうどステップワゴン用に買ったやつがあったんで、つないだらとりあえず何か見えるかなと思ってつなごうとしたんですが、なんとですね、コネクタの形がちょっと意地悪く作ってありまして、汎用の OBD の、アダプターがですね、刺さらないようになってました。はい。ということでね、12万円で買った BMW 一通り点検してみましたが、意外とね、あんまり面白いものが出てこなかったと。でもあれですよね、まだエアバッグ警告灯の問題とかがもしかしたら大問題に発展する可能性もあるので、乞うご期待というような感じでございます。はい。ですね、当初の予定ではですね、悪かったところをリストアップしてですね、どういうふうにしていくかとか、まとめをしようと思ってたんですが、すでに動画がもうだいぶ長くなってしまったので、また分けようと思います。最後にですね、OBD をつなごうとしたらつなげなかったんですが、BMW 専用の OBD スキャナーが安く売ってますので、それを購入してですね、
それで、エラーコードなんかを確かめた上で、この BMW の、故障箇所、悪いところをガーッとリストアップして、そしてどういうふうにしていくかっていうまとめをね、また次の動画でやろうと思います。ですので今回はざーっと点検したところで終わりという感じになりますけれども、また次の動画も見ていただければまた面白い話があるのかもしれないという、そういう感じですね。はい。では今回もまーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。